こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年2月後半から3月初旬に新たにゲームパスに追加されるタイトルと2月29日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。Tales of Arise 2月20日からゲームパスに対応しました。2021年に発売された国産 RPG Tales of シリーズの最新作がゲームパスに追加されます。私何度かお話ししていますが、Tales of シリーズの大ファンで、ほぼ全作プレイしている上で、今作アライズは数あるシリーズの中でもトップクラスの出来の作品であり、とってもおすすめの一本です。長寿作品のため、これまでシリーズを触れてこなかった方には、どのタイトルから遊べばいいの？作品ごとにつながりはあるの？と思うかもしれませんが、本作アライズはシリーズの新星を意味していて、初めて触る方向けに遊びやすいようにと丁寧に作られています。ごく一部シリーズファン向けのサービス要素はありますが、基本的には過去作とのつながりはないので、本作から遊んでも大丈夫です。また少年少女たちが世界を救う物語が多かった過去のシリーズと比べると、海外を意識したためか、アライズのメインキャラはみんな大人びているため、過去にテイルズオブシリーズを遊んだけどちょっとノリが合わなかったという方にも本作は試してみてほしいです。メインキャラクターたちも男性3人、女性3人で公式にカップリングが成立しているのがいいですね。フィールドで敵とエンカウントすることで始まる戦闘では、通常技と空中技、奥義などのコンボを自在に組み合わせて攻撃ができたり、即座に回避行動ができたりと、非常に爽快で気持ちがいいです。戦闘終了からフィールド画面へのスムーズな移行、サブイベントの遊びやすさ、ファストトラベルの使いやすさ、次元要素がなく実績コンプがしやすいなど、システム面全体を通してしっかりとプレイヤーが楽しく遊べるようにと作られているのが最大最高の特徴で、全 RPG に搭載してほしいと思えるほどに様々な面において快適で、全体的に高い完成度でまとまっている作品です。ストーリー面については良くも悪くも王道であり、すごい体験ができたと思えるシナリオというよりは、尖った部分が少なく綺麗にまとまっていると感じるような作りとなっています。奇をてらう展開ではなく、素直にシンプルに JRPG はこうでいいと思わせてくれるような作品です。惜しむべき点としては、終盤の敵が硬すぎるという点かなと思いますが、その他の面で欠点は感じませんでした。なお今作は国産タイトルとしては非常に珍しく、 Xbox シリーズ X S 版と Xbox One 版とで別タイトル別実績となっています。最後にもう一点、マイリトルラバーがお好きな方は必ず見逃さず最後まで遊んでほしいです。ブルーイザ・ビデオゲーム2月22日からゲームパスに対応します。オーストラリアで生まれたアニメで日本向けにも展開されているブルーイのゲーム作品となっていて、4つのアドベンチャーをプレイすることができます。ヒーラーハウス、プレイグラウンド、川遊び、そしてボーナスビーチなどを探検することができ、最大4人のローカル協力プレイにも対応しています。日本語には未対応となっています。マンイーター2月27日からゲームパスに対応します。昨年6月までゲームパスに対応し外れていましたが、再度追加される形となりました。サメとなって魚や人間たちを食べていき、やがては生態系の頂点を目指して厳しい世界で生き残りをかけ成長していくこととなるオープンワールドアクションゲームです。クエストや収集要素はやや単調で簡素な作りであるため、中盤以降は同じイベントの繰り返しのようになってしまうような印象ではありますが、マップはそこまで広くなく程よいボリューム感でもあるタイトルです。インディビジブル2月28日からゲームパスに対応します。過去にもゲームパスに対応していましたが、再び追加される形となりました。手書き調の美麗なアニメーションで描かれた 2D のアクション RPG です。横スクロール型でダンジョンやフィールドを探索、攻略していき、敵にぶつかると戦闘画面へと移行します。戦闘面はバルキリープロファイルに近いようなシステムで、各ボタンに各キャラが配置され、リアルタイムに攻撃ができたり、敵の攻撃をガードしたりできる作りとなっています。ただ Xbox 版は日本語未対応となっています。
幸い詰まるようなところはなく、私は英語で最後まで楽しめたので、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。スペースエンジニア、2月29日からゲームパスに対応します。宇宙や惑星でのエンジニアリング、建設や探査を行えるサンドボックスゲーム。今作では宇宙船や宇宙ステーション、基地やパイロット船を構築することができ、惑星を探索して生き残るための資源を集めていくこととなります。また、最大4人のオンライン協力プレイに対応していて、1人でもフレンドと一緒にでも遊ぶことができます。今作も日本語には未対応となっています。ウォーハンマー 40K ボルトガン、3月5日からゲームパスに対応します。90年代のレトロシューティングゲームのようなビジュアルで作られた FPS ゲーム。今作ではテンポのいい操作で激しい戦闘を繰り広げていくことが可能となっていて、レトロ調な見た目ながらゲームシステムや AI には最新の技術が使われていて、レトロとモダンが融合したようなゲーム体験を楽しむことが可能とのことです。ここからは2月29日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。今回も1本のみです。ソウルハッカーズ2が追加から1年間で外れる形となります。ジャンルはニューハードボイルド RPG と題されていて、サイバーでポップな世界観で描かれています。新女神転生シリーズに SF の世界観をミックスしたスピンオフ作品、デビルサマナーソウルハッカーズから25年越しの続編となっていますが、1作目とのストーリー上のつながりはないため、前作を遊んでいない方でも問題なく遊べます。基本的には戦闘をこなしながらダンジョンを攻略していき、待ち受けるボスを倒し進めていくゲームとなっていて、学園生活を楽しめるペルソナと比較するとできることは限られていて、硬派な作りとなっています。しかし、ダンジョンの構造が単純であったり、ストーリーが盛り上がりに欠けたかなと思う部分もあり、印象に残りづらいタイトルでもあったと感じます。本作は、ペルソナシリーズと比べると、ボリュームはコンパクトなので、気になっている方は遊んでみてはいかがでしょうか。私はクリアまで24時間でした。ただ、高速モードやダッシュ機能がない時に遊んだ時間なので、それらのアップデートが施された現在なら、もっと早くクリアも可能かなと思います。ということで、今回は2024年2月後半から3月初旬に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、2月29日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。